皆さん、こんにちは、こんばんは、ホビービルドプラスの HBR9 です。今回は、1972年に放送された人造人間機械ダーを、2004年にバンダイが、ソフビ技術を駆使した、新シリーズ、ソフビ魂の第1号として販売した、人造人間機械ダーのソフビと、放送当時からの視点も交えて解説した動画です。人造人間機械ダーは、1972年7月8日から、1973年5月5日に NET 系列で放送された東映のヒーロー番組で仮面ライダー夜7時30分の放送時間直後の土曜の夜8時に放送されました。ですが、この当時の子供たちの怪物級の大人気番組平均視聴率 27% の8時だよ全員集合が裏番組であったことから本放送の視聴率に苦戦した番組で、さらにこの時間は小さい子供には少し遅い時間であり、プロ野球中継も土曜には必ずあることも、まだ父親にチャンネル権がある家庭もあり、機械ダーを選択することが難しい条件が重なったため、再放送でちゃんと見たという子供が多い、家庭内ビデオのない時代の放送的には不運なヒーローでした。人造人間機械ダー、360度回転、人造人間機械ダー、超複雑難関すぎる造形、人造人間機械ダー、電磁エンド。機械ダーのデザインは、インパクトが大きく、人体模型をモチーフに、左右非対称で、仮面ライダーのオートバイとは異なる、非対称のサイドマシンを操る、全く新しい変身ヒーローでした。人造人間機械ダーは、熱エネルギー電池で稼働し、人間の50倍のパンチ力と、キック力を持ち、方向探知機で人間を探すことができます。耳のダイヤルで聴覚を5倍に上げることができます。また、垂直に壁を登れて、手から回転の小切りを出せ、体内の分析回路では、毒や材質を調べることができます。変身回路は、両肩に仕込まれているので、チェンジ、スイッチ、オン、1、2、3と、肩の変身回路を起動して、変身します。また、熱エネルギー電池を外されると、力が10分の1になって、変身不能になってしまいます。まだ両身回路が不完全であるために、自動の姿の時は、プロフェッサー、ギルの、笛の音、服従音波と両親との葛藤に追い込まれ、苦しむ中で、大きな音などで笛の音が、遮られた時に、チェンジ、変身するという、変身パターンとしては異色の変身を見せたヒーローでした。人造人間機械ダーは、7時30分からの、仮面ライダーと合わせて、変身大会というネーミングで放送局は、キャンペーンを張った、期待の変身ヒーローでしたが、当時の子供でも、この変身大会というワードは知らない方も多く、機械ダー終了後の8時30分からも、東映動画のデビルマンが、機械ダーと同日に放送が開始され、今、見ると、NET だけでも、すごい子供が喜ぶラインナップに見えますが、ザ・ドリフターズの人気は、高知や山梨、福島、青森など、この時期にネットが開通し、ますます人気が上がり、今だと意外に思えるかもしれませんが、小学館の学年誌なども、機械ダーよりも、ドリフターズを取り上げ、ていたくらいでした。さらに、当時は、コンビニもなく、夜の7時、8時に閉まる店舗も多く、子供の寝る時間だけでなくて、テレビの放送自体が、深夜はキー局でもほぼないなど、小さな子供が、9時まで起きていることの方が少なかったのもあり、仮面ライダー、機械ダー、デビルマンの連続で見ていた子供は少なかったと思いますけども、機械ダーの視聴率アップのために枠を超えて仮面ライダーと機械ダーのツーショットなどが関連雑誌などに掲載され、一定の効果を生みました。人造人間機械ダーの造形は基本的に海外プロダクションで、頭部のクリアパーツはアクリル樹脂の型取りで作成、アクションでの破損をあらかじめ想定して、多くのスペアが用意されました。種別的には、アップ用の電飾りマスクと、アクション用が作られますが、多くのメカパーツなどの重さで、仮面ライダーなどのマスクよりも、重くなり、左右や前に頭部が傾斜しがちで、それが、結果的には、子供には人造人間機械ダーの、姿勢としての特徴となっています。また、頭部の内部メカは、秋葉原の電子部品や、プラモデルのパーツを組み合わせて作成されているために、厳密には、修復ごとに内部のメカが変わっていて、話数が大きく離れると、内部メカがかなり異なっているので、その違いを区分するのは難しく、再現するのにも難関で、
最も複雑なヒーローマスクになっています。高徳は、仮面ライダーも、ポピーよりも早く版権を獲得するも、変身ベルトの大ヒットで、仮面ライダーは、ポピーやバンダイのおもちゃイメージが強くなります。人造人間機械ダーは、高徳が版権を獲得し、ソフビも、高徳から4サイズ5種類が販売されました。スーツの NG 時期からのソフビは、目の色が違い、青が水色のまま販売され、放送途中で修正されたために、同じサイズに、色違いが存在していて、マニアには種別されています。また時代的に、海賊版の機械ダーのソフビも出回り、出来は良くないものの、その中には、頭部にクリアソフビを使用していたり、ベルトが黒いなど、版権ものよりも番組のスーツに近い要素があるのが、皮肉です。人造人間機械ダーの当時モノソフビから、28年、量産キャラクターのソフビでも、最も、すごい一体の一つが、ソフビ魂として販売されました。特撮キャラソフビは、1966年のウルトラ Q から始まり、約23センチサイズで350円のスタートが基準になって、価格やサイズがキープされていきましたが、80年代にはサイズダウン、価格が500円を超えますが、ウルトラシリーズやライダーシリーズ、戦隊シリーズも長く16センチ前後のサイズを保ちましたけども、その後、サイズダウンして約14センチほどになり、年代の経過や材料費などの高騰はありますが、価格は66年の2倍前後になっていて、サイズ感は半分以下に思えるボリュームで、ソフビ魂発売時期の食玩ソフビくらいに変貌しています。それらの55年以上の歴史からも造形や塗装などのソフビ技術と価格のバランスが最高潮だった量産ソフビの時期がソフビ魂を生み出したとも言えるほど究極のソフビで、今ではとても価格とのバランス的に1000円ほどの価格では販売できなくなっていると思います。人造人間機械ダーのスーツは、初期は、どちらかというと、水色と赤で、青が薄くて、マスクも、目が黒かった NG スーツがあり、初期のスチール撮影に登場したので、雑誌や印刷媒体に使用されています。それら、NG の中には、石森章太郎が、テレビ企画に合わせた連載漫画を、少年サンデーなどに連載する予告タイトルは、人造人間ゼロダイバーでした。また、第1話のスーツは、ビニール製で動きにくく、アクション用スーツは、第2話から、タイツ生地に変更されています。また、スーツの模様のパターンも、位置や太さが異なり、コアなファンには分類されていますが、最も異なるのは、左肩の後ろに黄色いラインがあるものと、全くないスーツがあり、今回の、ソフビ魂では、黄色のラインなしが選択されています。サワンの肘の黄色いラインも、ある場合とない場合のスーツが存在しますが、今回の、ソフビ魂では、黄色のラインありが選択されています。スーツアクターは、三島県議会の菊池俊明さんで、トランポリンスタントのアクションは、ジャックの高橋健二さんが演じていました。人造人間機械ダーの電磁エンドは、設定的には、両手首の電磁ベルトからの破壊電磁波を帯びた手刀をクロスして攻撃する必殺技ですが、ガラスが割れる映像表現などを使用していて、破壊電磁波というイメージは薄かったので、ソフビでの破壊電磁波を強調した電磁エンドを再現したので、ご覧ください。人造人間機械ダーは、ヒーロー設定よりも、アンドロイドとしての心の葛藤は、かなり深く複雑で、次郎は、完全な機械にはなりたくないという思いから、両親回路が完全なものになることを望んでいないという、子供には、簡単に理解しにくい、大人な SF 設定がありました。そのためか、人造人間機械ダーは、日本での放送後、1974年に、ハワイで、ウルトラマンなどの過去の日本作品の放送とともに人気を獲得しました。吹き替えが多い日本の子供番組の中、機械ダーは字幕で放送されたので、その内容からも小さい子供よりも少し年齢の高い層や大人にも受けて平均視聴率 26%、最高視聴率 80% を記録します。複雑な容姿と複雑な心情や海の親である光明寺博士と破壊ダーの関係など、今でも達成されていない移植技術などが展開される世界は1972年には早すぎる内容で
視聴者の方が追いついていませんでした。石森章太郎は、不完全だが完全という人間らしいアンドロイドを、ピノキオをベースに構想していました。キカイダーのおもちゃも、仮面ライダーほどの大ヒットおもちゃは生まれず、ソフビも、複雑なキカイダーを再現するのは、まだまだ技術が追いついていませんでしたけども、28年後のソフビ技術で販売されたキカイダーは、ファンが驚く再現度で販売されました。そんな、バンダイのソフビ魂、人造人間キカイダーのソフトビニール人形の動画でした。それではまた次回は別のおもちゃの紹介でお会いしましょう。おもろかったわ、よかったわ、という方はグッドボタンチャンネル登録をよろしくお願いします。ホビービルドプラスのブログサイトでは500点以上のおもちゃレビューや改良やメンテナンス方法などを紹介、様々なシリーズのラインナップリストなどを公開してますので、ぜひホビービルドプラスで検索してみてください。では、今回はこの辺で、またね、HBR9 でした。バイバイ。